どうも、きみまろです。この時期新生活を始められる方とかこれから始められる方多いんじゃないかと思うんですけど、一人暮らしを始めると自炊をする機会も増えると思うんですよね。実家暮らしとは違っていつでも温かい料理が家に用意されてるというわけではないですし、かといって毎日のように Uber Eats なんかを使っていたら食費が大変なことになってしまいます。なので食費を抑えて温かい料理を毎日食べるにはやっぱりね、自炊するのがいいと思うんですよね。僕も一人暮らしを始めた頃にはそんなにね、生活費があったわけでもないので、自炊をすることでなんとか暮らせているっていう時期もありました。一人暮らしで料理をするときにこれだけは持っておいた方がいいなというキッチン用品がいくつかありますので、今日はそういった新生活におすすめなキッチン用品を紹介してみようと思います。これだけは持っておいた方がいいというようなキッチン用品を紹介しますので、これから新生活を始められる方とか、新生活は始まっているけどまだキッチン用品とか揃えていないっていう方の参考になればなと思います。ではこれは持っておいた方がいいというキッチン用品、まずはこちら、包丁、三徳包丁ですね。包丁はいろんなサイズがありますが、この刃渡り15センチから20センチぐらいの三徳包丁があれば大抵のものは切れます。僕はね、このグローバルというところの三徳包丁を引っ越し祝いでいただいて、これをねずっと使ってるんですけども、食材はねほとんどこれで切ってます。このサイズで刃渡り16センチの三徳包丁というものになってます。このグローバル社の包丁はねほんとよく切れるんですけども、最近だとセラミック包丁とかでも切れ味のいいものがたくさん出ているので、セラミックだと錆びにくいしお手入れもしやすいので、そちらもねおすすめできると思います。個人的にこれはおすすめなんじゃないかなと思ったものを概要欄にリンクも貼っておくので、気になる方はチェックしてみてください。もちろんねこちらのグローバルのリンクも貼っておきます。最低限というところで言えば三徳包丁が1本あればなんとかなると思うんですけども、もう1本持つのであればこれですね、ペティナイフ、これぐらいのサイズのものが1本あってもいいんじゃないかなと思います。これもグローバル社のもので、先ほどの三徳包丁と一緒にいただいたものなんですけど、これも小回りが結構効くので使ったりすることも多いですね。こちらは刃渡りは13センチなので、先ほどのものより3センチ短いですね。こういった包丁、三徳包丁だったりペティナイフだったり、こういったものがあると食材を切るときには楽なので、中でもね三徳包丁、これは最低限持っておくといいんじゃないかなと思います。はい、まずは包丁と、包丁を使うとしたらこれが必要ですよね。はい、まな板です。ご覧の通りかなりねコンパクトなまな板です。一人暮らしでキッチンが狭いという方はいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、キッチンが狭いとまな板を置くスペースも限られてると思うので、こういったねコンパクトなまな板がおすすめです。でこれは IKEA のまな板なんですよね。 IKEA のアプティートリグっていうものかなという24センチ ×15 センチの小スペースなまな板なんですけども、これならね狭いキッチンでも置けますし、僕もずっとこれ使ってますけども、小さすぎてそんな困ることもなかったので、これぐらいのサイズね割とおすすめです。これは24センチ ×15 センチですね。しかもこれIKEA なんで安くて800円とかなんですよ。なのでコスパもいいですよね。はい、そういったわけで包丁を使うならこういったまな板も持っておきたいところです。ただ包丁を使うのが怖いとか、包丁とまな板の両方を料理のたびに洗わないといけないのが嫌とかめんどくさいという方には、こういった調理わさみというのもおすすめです。これはね結構切れ味も鋭いので、肉や野菜なんかもね楽々切れます。刃はこんな感じで結構しっかりした刃になってるんですよね。僕が使っているこのキッチンバサミはね、こちら見えるかな、ベルダンというところのキッチンバサミなんですけど、これねもうほんと見た目もかっこよくて気に入ってるんですけども、これお手入れも簡単で、ここをねこう開くとこのまま外せるんですよ。外せるので洗う時も楽ですし、取り付けも簡単なので、切ってる時はね取れてしまうこともないのでおすすめです。こういった刃を取り外して洗えるキッチンバサミは無印良品でも取り扱ってたので、そちらもおすすめです。先ほどの包丁に加えて調理バサミを持っておいてももちろんいいですし、包丁を使いたくないという方はこちらのキッチンバサミでもいいんじゃないかなと思います。はい、それで食材を切ったら次は洗ったりするためにこちらがあると便利ですね。ボウルとザルです。でこちらは100均でも全然いいと思うんですけども、僕が使ってるのはこれもね無印良品なんですけど、これなんかねこうステンレスの綺麗なボウルなので、こういう風にね100均よりちょっと見た目のいいキッチン用品なんかを持っていると料理のモチベーションも上がるんじゃないかなと思います。ボウルはね食材を洗ったりするだけじゃなくて、この中で調味料を混ぜてそこに肉とか漬け込んだりとかいろんな用途で使えるので、ボウルは一つ持っておくといいと思います。サイズは一人暮らしだったらもうこれぐらいのサイズでいいんじゃないかなと思います。これはメモリが 700ml まで入るボウルですね。これぐらいがあればいいんじゃないかなと思います。ザルはこれ100均かなんかだと思うんですよね。あとこういったボウルだと一人暮らしにちょうどいいかなと思って最近買ったのがこれですね。
これは3COINS のチョコットボールというものなんですけど、ここがこう蓋になっていて、ここに切った野菜なんかを入れて、この中で洗って、それで蓋をこう反対側にこう蓋をするんですね。そうするとここから水切りができるので、洗った時の水をここから出して、そしてこれ電子レンジにも対応しているので、このまま電子レンジに入れて野菜を温めて、レンジで温めたら蓋を取って、もうこのまま食卓に出すこともできると。こういったオールインワンのボウルなんですけども、これなら洗い物も一つで済むし、サイズもね、一人暮らし用とかだったらちょうどいいサイズだと思うので、これかなり使いやすいですよね。こちらのね 3COINS の300円ですけども、このチョコットボウルね、割といいんじゃないかなと思いました。これもおすすめです。はい、それで味付けをする時なんかに必要なのはこれですね。まずは計量スプーン、そして計量カップ、そして計量器。レシピを見て分量を測るときもこの3つがあれば、だいたい粉物から液体まで何でも測れます。ちょっと順番に紹介していきましょう。まず計量スプーンですけど、計量スプーンは僕はね、こちらも無印良品のものを使っています。無印良品の大さじと小さじ、だいたいこの2本があれば大丈夫だと思います。このね、見た目がかっこよかったので無印良品のものを使ってますけども、測れれば何でもいいので、これもね100均のものでも全然大丈夫だと思います。あと計量カップですね。これはパイレックスのものを使っていますけども、このように 500ml まで測れる計量カップですね。これもね見た目がかっこよくてこちらを使っていますけど、これはねそのままレンジにかけたりもできるのでこちらを使ってますけども、これも測るだけであれば100均でも十分だと思います。パイレックスかっこいいですよね。こちらは水だったりミルクだったり液体の量を測るときにこれを使います。で、あとこちらがキッチンスケールですね。僕が使ってるキッチンスケールはコーヒーを入れる時に使うこのハリオのタイマー付きのドリップスケールというものなんですけど、これはコーヒーを入れる時にお湯の量を測りながら抽出時間もね一緒に測れるというドリップスケールなんですけども、普通に料理をする時に食材の重さを測るだけであれば、これじゃなくてもね全然いいと思います。キッチンスケールも数百円のものとか全然あると思うので、測るだけであればそちらでもいいと思います。はい、こういった感じで測る時に使うキッチン用品も必要だと思います。さあ、では調味料などの分量を測ったら次はいよいよ調理ということで、必要なのはこれですね。フライパン。焼いたり炒めたりするにはこの22センチから24センチくらいのフライパンがあれば、一人暮らしの分量だったらねだいたいこなせると思います。これぐらいのサイズだと食材に対してある程度ね深さもあるので、煮込むようにしてしっかり味を染み込ませたりする時なんかもねちょうどいいサイズだと思います。で、僕はこれはおなじみの取っ手が取れるティファールを使ってるんですけども、このように付属の専用の取っ手をここにカチャッとつけてフライパンにするっていう、おなじみのこういう機構になってるんですけども、やっぱりこれだとフライパンと取っ手を分けて洗うこともできるので、お手入れもねしやすいんですよね。あと収納する時も結構ね、このフライパンに最初から取っ手がついてしまっていると、この取っ手が邪魔で収納スペースが限られてしまうってこと結構あるんですけど、この取っ手が外せれば分けてね収納することもできるので、収納スペースもね非常に有効活用できるっていうのもこの取っ手が取れるシリーズのねいいところだと思います。はい、まずフライパンであればこれぐらいの、22センチから24センチくらいのフライパン、この辺りをねおすすめします。で、あとお味噌汁とかスープなんかを作るのであれば鍋があった方がいいので、鍋はこの16センチくらいのサイズのソースパンと言われるものがあれば汁物はね作りやすいんじゃないかなと思います。これも先ほどのこのティファールと同じセットの中に入ってたんですけど、これも取っ手を取り外してこちらに付け直せれば手鍋になるので、こういう取っ手の取り替えができるのがねティファールのいいところですよね。ちなみに僕が持ってるティファールはこの中くらいの22センチのフライパンと、あとこちら26センチの大きめなフライパンと、あと先ほどの16センチのソースパンと、あと一枚大きい22センチのソースパン、この4枚と、あとこちらの取っ手、こちらの取っ手と、あとこの蓋、この蓋がね3サイズついたこちらのセットを僕は持っております。で、色はこちらシルクグレーという色ですね。こういうセットのものがティファールは用意されてますけど、これね全部なくてもいいと思います。先ほど言った16センチぐらいのソースパンと、あとはこの22センチから24センチぐらいの中くらいのフライパン、これがあればねもう十分だと思います。フライパン単体だったら結構ねニトリとかがフライパンのラインナップがね豊富だった気がするので、フライパン探してる方はねニトリとかチェックしてみてもいいんじゃないかなと思います。
はい、それでここからねフライパンで料理をするわけですけども、炒める時に圧倒的におすすめなのがこちらですね。無印良品のシリコン調理スプーンです。これはこう炒める時にも使えますし、あとご覧の通りね形状がスプーンになってるので、すくって器に移す時もねこちらが非常に使いやすいんですよ。しかも先端がこのようにシリコン製で少しね柔らかくなっているので、このフライパンの隅々までスプーンを行き渡らせることができるので、例えば麻婆豆腐とかそういったね汁気があるものでも残さずねすくうことができます。これね無印良品のキッチン用品の中でもかなり人気な商品らしくて、結構ね品切れしてるところもあるらしいんですけども、それぐらいにね大変使いやすい調理スプーンです。なので僕は調理するときはだいたいこのシリコンスプーン1本でね料理してしまっています。かなり使いやすいです。炒め物なんかはねこれでいいんですけども、それ以外で持っておくといいなと思うのはやっぱりねこの菜箸ですかね。シリコンの菜箸ですね。シリコンなので熱にも強いですし、木の菜箸のように焦げてしまうこともないので、そういった意味でもね使いやすいと思います。揚げ物を取り出す時とか、なんか細いものをこうつまむ時はやっぱりねこの菜箸があった方がいいので、しかもこのシリコン菜箸だったら取りやすいので、こちらねおすすめです。僕はこちらニトリのシリコン菜箸を使っています。だいたい炒め物とかこの辺があればいいんですけども、あとは汁物をすくうのであればこういったお玉とか、あとは焼いたものをひっくり返したりする時に使うこちらのターナー、フライ返し、この辺りがねあれば大体のことはできるんじゃないかなと思います。この辺りも必要だったら持っておくと便利ですが、100均とかで買えますので、もうそれでもね十分じゃないかなって思います。あとはですね、僕が持ってて結構気に入ってるのがこちらですね。オメガビスペンというねちょっと見たことないような形状だと思うんですけど、こちらは先端がこういった形になってるので、これでチャーハンとかそういうのを炒める時にかなりねお米がパラパラになるんですよ。結構強度がしっかりしてるので、マッシュポテトを作る時とか、そういう時にも使えるし、あとは水を切りながらすくったりすることもできるので、そういったね万能調理器具です。オメガビスペンという聞き慣れない調理器具だと思うんですけど、必要最低限の調理器具ということでは全然ないので、なくても全然いいんですけど、結構ね便利なのでこちらも紹介してみました。はい、新生活で持っておいた方がいいキッチン用品はこの辺りですかね。ちょっとまとめますと、まずは三徳包丁、そしてコンパクトなまな板、そして水切りできるボウル、あとは計量スプーンと計量カップとキッチンスケールと中型のフライパンと小型のソースパン、あとはシリコン調理スプーンとシリコン菜箸、こんなところですかね。はい、この辺りを用意しておけば大体の料理はできるんじゃないかなと思います。この他に紹介したキッチン用品もとても便利なので、余裕がある方はねそういうのを使ってみてもいいんじゃないかなと思います。新生活とか一人暮らしはね何かとお金がかかりますので、そんなにね高いものを買わなくてもいいんじゃないかなと思います。100均だったり無印良品とかニトリもキッチン用品はかなり充実しているので、そのあたりで買い揃えてみるといいんじゃないかなと思います。もし皆さんの中でこんな料理をしたいんだけどどんなキッチン用品を買えばいいですかみたいな、そういったね質問などがありましたらコメント欄に書いていただけると分かる範囲でお答えさせていただきますので、ぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。はい、そういったわけで今日は新生活でこれだけは持っておいた方がいいというキッチン用品を紹介いたしました。もしこの動画が参考になったと思ったらぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。過去にキッチンツアーの動画なんかも公開してますので、よろしければねそちらもご視聴いただければと思います。概要欄にリンクも貼っておきます。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。